中卒で絶賛フリーターの弟さんもピアノ演奏するんですって。ぜひここで弾いていただこうと思います。皆様拍手拍手。兄の結婚式の余興で音大での新婦が見事なピアノ演奏を披露した。そこで終わるのかと思いきや、マイクを取った新婦がとんでもないことを言い出したのだ。俺は慌てて遠慮しようとしたが、新婦は有無を言わせない調子で迫ってきた。浮かべた笑顔の奥に意地悪さが透けて見える。マイクに拾わない小声で彼女は俺に向かって囁いた。あんたみたいな出来損ない、引き立て役にしかなれないんだから、少しは役に立ちなさいよ、クズ弟。赤っ恥かくといいわ。俺は断りきれなくてピアノの前まで押し出されてしまった。中卒頑張れや。ドレミがわかるか？酒の入ったどこかの親父がヤジを飛ばし、どっと笑いが起きた。椅子に座らされた俺は緊張と動揺で我を失っていた。しかし鍵盤を前にしたとき、父の言葉が浮かんだ。ケイタの演奏を聴いていると元気が出てくるな。そうだ、いつもの俺らしく弾けばいい。両手の指先でそっと鍵盤に触れたとき、さっきまでの動揺は消え、落ち着きを取り戻した俺が演奏を始めると、俺の名前は佐藤啓太。父はプロのピアニスト。母も独身時代は歌手として活動していたことがある。そんな一家で生まれた兄と俺も幼い頃から音楽に触れていた。兄には父に負けず劣らずピアノの才能があって数々のコンクールを総なめにしていた。それに比べ俺は特別優秀というわけではなかった。ピアノをはじめとして楽器を演奏することは嫌いじゃなかった。むしろ楽しんでいたと言っていい。しかし乗ってくると暴走してしまう癖があった。兄のように音符一つ間違えない、まるで精密機械のような正確無比な演奏はできなかった。だからコンクールで入選したことは一度もない。同じ親から生まれたのに兄弟で大違いだな。子供の頃から周囲に比べられて兄の方が優秀だと褒められる。そんな声を聞けば兄は自信を持ち、俺を馬鹿にするようになってくるもの。幼い頃は仲が良かったが、成長するに従って兄は放慢になり、仲は悪くなっていった。だが、両親だけは認めてくれた。私はケイタの演奏が好きよ。ケイタの演奏はコンクール向きじゃないが、聴いていると元気が出てくるんだよな。レッスンなどで兄が出かけていない留守に、俺はピアノを好きなように弾く。するといつの間にか両親が聴いていて褒めてくれる。それが嬉しかった。音楽は人生であり、生き様でもある。ケイタが守のように弾けなくてもいいんだ。ケイタはケイタらしく音楽を表現すればいい。父はそう言って大きな手で頭を撫でてくれた。兄にいくら馬鹿にされても、俺が音楽を嫌いにならずに済んだのは両親のおかげとも言っていい。しかし、俺が高校生の時、父は演奏ツアーの移動中、高速道路の多重事故に巻き込まれて突然亡くなった。ニュースでも報道されたほどだ。病院で本人確認をした時、母はショックで倒れてしまった。大勢の弔問客が訪れて、葬儀が盛大に営まれた。息子から見ても仲のいい両親だったから、母が深い悲しみに沈んでいる様子は痛々しかった。父がいなくなった我が家は、しばらく火が消えたように暗かった。49日が過ぎて、父を失った悲しみがようやく癒えてきた頃、母から話があると聞いて集まった。こんなこと、二人には言いづらいのだけど、母が口ごもりながら打ち明けてきたのは経済的な問題だった。父が亡くなった後、当然のことながらスポンサー契約は打ち切られたし、公演などの収入も途絶えた。母は父と結婚する際に専業主婦になったので働いていない。つまり無収入になる。これまでの蓄えと保険があるので3人で暮らしていくくらいならしばらくは問題ない。ただし俺たち兄弟の学費が問題だった。兄は音大生。
俺は音大附属高校に通っていた。普通の学校よりも学費がかかることくらい知っている。沈黙が長く続いた中、考え抜いた挙句、決断した。俺が学校を辞めて働く。ダメよ。母さんが仕事を頑張るから。今まで仕事をしていなかった母が今更パートに出て働いたくらいではとても足りないのではないか。無理して働いて体を壊したら元も子もない。俺は理由を説明した。兄は才能あるし、卒業まで2年を切っているから今更辞めるのはもったいない。一方で俺は音大まで進んだところで物になるかわからない。働きながら定時制などに通って高卒の資格を取ればいい。母は不詳不詳うなずいた。兄自身は音大を辞めたくはなかったのだろう。俺の提案を聞くと黙ってうなずいていた。なかなかうまくはいかないものだな。フリーターとなった俺はアルバイトを続けていた。世の中探せばいくらでも働き口があると甘く見ていた。しかし高校中退という身分では割のいい仕事はないものだ。給料がいいと思うと非常にきつかったり、人間関係が最悪で長くは続かない。数年間、俺はいくつかのバイト先を転々とする日々が続いた。先の見えない暮らしの中、家でピアノを演奏するのが癒しとなっていた。兄は音大を卒業した後、プロのピアニストを目指した。しかし、兄ほどの実力をもってしても、プロとして自立するのは叶わなかった。兄は諦めて就職することにしたらしい。頭が良かった兄は恵まれていたようだ。音大の時の恩師のつてで有名楽器メーカーに入ることができた。勤務地が遠かったことから兄は家を出た。俺が家でピアノを好きなように弾いていると兄は機嫌を悪くすることがよくあったから離れたのはお互いのために良かった。数年後、兄が結婚すると聞いた。もともと兄とはあまり会話しなかったし、家を出てからは没交渉。結婚を考えるような交際相手がいたなんて母から聞かされて初めて知った。相手の名前は松田咲といい、兄の勤める会社の取引先の社長令嬢だという。全然知らない仲じゃなかったのよ。かつて守とコンクールで競ったお嬢さん。いわばライバルだったわけね。二人は音大でも同窓生だった。それが紆余曲折あって、今では結婚を考えるまでになったという。結婚するとなると家同士の付き合い。兄の結婚相手に興味などなかったが、母に説得されて顔合わせに行くことになった。プロのピアニストにはなれなかったのは本人にとっては残念だったかもしれないが、一流企業で安定した収入を得ている。婿としては、迎える親の立場としては、かえってよかったと思うよ。和やかに始まった両家の顔合わせの食事会。相手の親は兄を褒めたたえた。ところで、弟さんは何をなさっているの？いろいろ事情あって、高校を辞めてバイトしてます。フリーターというやつですね。あえて俺はあっけらかんと言ったつもりだったが、途端に場がしらけたのが分かった。まあ、予想はしていた。兄は俺が来るのを歓迎していなかった。来た時に小さい声だが、ケイタは呼ばなくてよかったのにとつぶやいたのが聞こえてしまった。きっと母が認めなかったに違いない。すると兄の婚約者が呆れたようなため息をついた。守さんと私はかつてピアノのコンクールで賞を競い合った良きライバルだったわ。お互いプロにはなれなかったけれど、社会人の一員として務めを果たしているわ。なのに弟が中卒のフリーターなんて恥ずかしくてよそに言えない。これでも働きながら高卒の資格を取っているのだが、兄には伝えていなかった。俺が黙り込んでいるのをいいことに、婚約者の言葉は止まらない。守さんから弟も音楽の道を進んでいたと聞いたけど、自分から辞めてしまったとか。努力を続ける気もなかったのかしら。兄弟で大違いね。俺が高校を辞めたのは父が亡くなってやむにやまれぬ事情があったのに、そういう大事なことは伝わっていないのか。腹が立った俺は言い返した。これでも音楽は続けていますよ。みんなが元気になってもらえるような曲が好きで趣味で弾いてますから。
すると婚約者は高笑いした。遊び半分で働いてるのね。一人前に稼いでもいないくせにいいご身分だわ。まるでいつまでも夢見ている子供ね。もう20歳過ぎてるんでしょ？馬鹿にした言い草に母の表情が変わり、何か言い返そうとした。だが、俺は母を止めた。ここで言い争いしていいことはない。まあ、こいつは昔から我が道を行くタイプで変わってるから。兄が言った言葉は取りなすようで、結局は俺を見下しているのがよくわかった。昔から兄はそうだ。心のどこかで俺を見下しているのはわかっていた。何あの態度。ケイダだって頑張ってるのに。食事会からの帰り道。母は相手の態度に憤慨するとともに、俺に本当のことを言わなくてよかったのかと言ってきた。多分、ああいう人はいくら口で言ってもわかんなかったと思うよ。俺が高校中退してフリーターをしているのは事実。兄を含めて自分たちが上だと思っている人には、こっちがどれだけ言葉を尽くしても伝わらない。無理して分かり合う必要はないと俺は思っていた。そして迎えた結婚式当日。母に連れられて新郎新婦への挨拶に向かった。本当は行きたくはなかったが、親族になる手前仕方なかった。母には愛想よく応じた新婦だったが、俺の挨拶は無視された。聞こえなかったのかと思ってもう一度挨拶したら、はっきりわかるように舌打ちされた。さすがに母が引いていたのがわかった。その後、新婦から俺にだけ聞こえるように言われた。あんたのことなんか義理でも弟とは思っていないから。20歳超えて親のすねかじってるなんて恥ずかしい。あんたみたいな努力できない無能なやつは私とは住む世界が違うのよ。よほど嫌われてしまったようだ。結婚式さえ済めば顔を合わせることもない。今日だけの我慢だと自分に言い聞かせていた。社長令嬢だけあって参列者は多く、式は豪華だった。結婚式の主役は花嫁だというが、何度もお色直しして色鮮やかな衣装を身にまとった新婦はまさにスポットライトを浴びる主演女優のようだった。そして余興の時間がやってきた。余興のトリを飾るのは新婦自らのピアノ演奏だった。曲目は難易度の高いクラシック曲。演奏はさすが音大でと言える実力だった。しかし、10分かかる長い演奏に子供は飽きていたようだった。それでも弾き終えた新婦には盛大な拍手が送られていた。拍手が鳴り止んで司会が次に進めようとした時だった。いきなり新婦がマイクを取った。そして口にした言葉に俺は耳を疑った。弟さんもピアノ演奏が得意なんですって。余興のおまけとしてここで弾いてくださる？音楽は続けているとは言ったが、音大での新婦の前で得意だとは一言も言っていない。慌てて手を横に振って遠慮しようとしたが、新婦はどんどんと近づいてきた。音楽一家に育ったのに、中卒フリーターの弟くんの腕前を知りたいわ。わざわざそんなことをマイクを通して言う新婦。彼女は俺の手を取り、強引に立たせようとした。浮かべた笑顔の奥に意地悪さが透けて見える。司会も新婦に合わせて一曲お願いしましょうかなどと言ってきた。俺を無理やり立たせた新婦が背後から囁いた。あんたみたいな出来損ない引き立て役にしかなれないんだから。少しは役に立ちなさいよ、クズ弟。赤っ端かくといいわ。ひな壇の兄は新婦がここまでするとは思っていなかったのだろう。明らかに戸惑っていた。新婦は美人だが、社長令嬢として甘やかされて育ってきたようだ。妻がこんな性格じゃ、兄は苦労するだろうな。ピアノの前まで押し出された俺は思わず現実逃避しそうになったが、もはや引っ込みがつかない。中卒頑張れよ。ドレミがわかるか？下げの入ったどこかの親父がヤジを飛ばし、どっと笑いが起きた。所詮引き立て役か。とつぶやいた俺は椅子に座って位置を直した。そして鍵盤を前にしたとき、父の言葉が浮かんだ。ケイタの演奏を聴いていると元気が出てくるな。ケイタはケイタらしく音楽を表現すればいい。そうだ。
いつもの俺らしく弾けばいい。両手の指先でそっと鍵盤に触れたとき、さっきまでの動揺は消え、落ち着きを取り戻していた。まずは結婚式らしく、結婚行進曲から始めた。途中でアレンジを加えて違う曲につなげる。結婚にちなんだ J-POP 曲のメドレーだ。神父には嫌われてしまったが、俺なりに結婚する二人への花向けのつもりで心を込めて演奏させてもらった。結婚メドレーの後はみんなが知っていそうなめでたい曲をチョイスする。演歌まで入れたのは J-POP を知らないお年寄りへの配慮だ。明るい曲が多いので気分も乗ってきた。曲の始めはゆっくり入って途中から早弾きにする。式場内からすごい、あ、この曲知ってるといった声が上がった。手拍子まで聞こえてきた。メドレーなので10曲以上は弾いただろうか。最後はドラマの主題歌で出演者がダンスしたことで有名な曲で締めくくる。鍵盤から手を離したとき、やけに静かになったのに気づく。ちょっとやりすぎたかなと思った瞬間、手を叩くのが聞こえた。いつの間にか前に出ていた子供たちが嬉しそうな顔で手を叩いてくれた。それをきっかけに大人も加わって立ち上がった。まさにスタンディングオベーション。会場内が盛大な拍手に包まれていた。演奏のレベルとしては神父には到底かなわないのは分かっている。でも受けは良かったようだ。俺は立ち上がり深くお辞儀した。ちょっと待って。この演奏ってストリートミュージシャンの K さんじゃない？ひょっとして本人？私ファンなの。若い女性が数人スマホを見ながら注目している。どうやら正体がバレてしまったようだ。バイト先で仲良くなった中にギターを弾いたり歌うのが好きな人がいて、よく動画をアップしていた。俺がピアノを弾くのを知ってセッションに誘われているうちに自分でもチャレンジしてみる気になった。ただ動画を撮ってサイトにアップするだけじゃない。駅構内などにピアノが置いてあって自由に演奏できるようになっている。そこで弾く様子を動画に撮ることにした。演奏会と違って全く知らない、初めから聞くつもりのない人に届くか？不特定多数の人たちに聞かせてみてどんな反応がもらえるか。初めはほとんど反応はなかった。そこで流行に合わせた曲のチョイス、早弾きなどの独自のアレンジ、聴いてくれた人が元気になれるような演奏を心がけた。いろいろ工夫していったら多くの人が足を止めて聴いてくれるようになった。弾き終えた後に声をかけてくれる人もいて嬉しかった。同時に動画の再生回数もぐんぐん伸びていった。今ではチャンネルの登録者数は200万人超え。アルバイトよりも動画の収益で稼げるようになった。ネットメディアの企画でミュージシャン仲間と全国でライブツアーができるまでになった。普段は顔バレしないようにサングラスをかけて動画に出ているが、アレンジや技法で分かったらしい。拍手は鳴りやまない。正体を知られたことも相まって、騒然となった会場を収めるためマイクを取った。お聞きいただきありがとうございます。俺は新郎新婦のような音楽の才能には恵まれませんでした。でも音楽はずっと好きでいられました。俺の演奏を聴いて元気になってくれたら嬉しいと思います。これからもいろんな場所でピアノは弾き続けていきます。拍手に包まれた中、俺は席に戻った。席に着く前に振り返ると、呆然とした兄、そして悔しそうな表情を浮かべた神父がいた。神父は何事か叫んでいた。私は認めない！そう言っているような気がした。え？兄さんが結婚取りやめた？俺は母からの話に驚きを禁じ得なかった。ストリートピアノの演奏から帰宅した俺と母が話していると、ちょうどそこに兄が帰ってきた。結婚式以来だが、なぜか俺を見る目は優しくて、子供の頃に戻ったようだった。兄によると、前から彼女にはわがままっぽいところがあった。式が始まる前までは許せる範囲だった。それが結婚式で、独断で俺にピアノを弾かせようとした。そんなこと兄は聞いていなかった。しかし、事態は彼女の思い通りにいかなかった。そのためにずっと不機嫌で、控え室では物に当たるほど荒れた。
二次会でもそのままだったので、兄が注意すると、ブチギレて途中で帰ってしまったそうだ。うんざりした兄が結婚の延期をほのめかすと、あんたの会社との取引中止してもらうわよ、などと脅す始末。さすがにもう冷めてしまったよ。一緒に住んでいたマンションから荷物を持って出てきてしまったのだ。兄はせいせいとした表情で笑った。そういえばあの人の父親の会社から話があったよ。会社の CM に出演してピアノを弾いてほしいという申し出だった。とりあえず保留にしてある。兄によると彼女はそれを知って怒ったらしい。父を咎めたが逆に結婚式での態度と行動に対して苦言を呈された。彼女は父の会社に勤めていたが結婚式での不始末を噂されて居づらくなったようだ。つい先日退社してしまった。プライドの高い彼女らしい。結局自分の思い通りにいかないとブチギレて投げ出してしまう。それでは結婚してやっていけない。兄は結婚を延期するのではなく、辞めることを義両親に伝えてきたのだった。俺の演奏がきっかけになってしまったようでごめん。謝ることなんてない。むしろ子供の頃を思い出させてくれた。昔、父さんが俺たちのためにアニメや特撮のメドレーを弾いてくれたことがあったよな。ケイタの演奏はその時の父さんみたいで、聴いてるとワクワクしてきてすごく良かった。兄に演奏を褒められる日が来るとは思わなかった。兄の言葉を聞いて、俺の胸はじんと熱くなった。その日は久しぶりに3人で食事をした。母はずっとニコニコしていて嬉しそうだった。夜は兄と一緒に酒を飲み交わした。兄と飲むなんて初めてだった。俺がストリートミュージシャンをしたきっかけや活動のことを聞かれて話した。お前もいろいろと努力してきたんだな。俺はさ、ずっと父さんの名に恥じないように必死にやってきたが、父さんを超えられなかった。自分には何かが足りないと分かっていたが、それが何なのか分からなかったんだ。酔った兄はそう言った。ずっと優秀だと言われてきた兄がそんな愚痴をこぼすなんて信じられなかった。俺は兄は兄で苦悩を抱えていたことに初めて気づいた。父さんは父さん、兄さんは兄さん。別に気にする必要はないと思うよ。うまく言えなかったが、俺がそんな風に言うと兄は笑った。それもそうだな。俺は外見とか地位とか気にしすぎていたようだ。お前のおかげで大事なことに気づけた気がする。そうだ、俺もピアノを弾きたくなったな。その夜は兄と話し、笑い合えた。昔に戻ったみたいだった。兄は休みの日にピアノを弾くようになった。兄の弾くピアノは以前のような堅苦しさが抜けて奔放になった気がした。俺も負けてはいられない。聴く人を元気にするようなピアノを弾き続けていたい。今度兄と連弾をしてみようかと思う。今の兄とならいい演奏ができるんじゃないだろうか。お前、誰に向かって口を聞いてるわけ？俺たちはこういうもんなんだぞ。その日、温泉宿で200万近くの代金が出るほどの豪遊をし、それを踏み倒そうとしたのを止めた私に、チンピラ風の男はそう吐き捨ててきた。そして吐き捨ててきた男と、その数人の仲間たちは、それぞれ着ている上着につけている金バッジを指さした。そのバッジは何かの家紋。いや、今でいう暴力団のシンボルである大門だった。最近、この温泉宿で迷惑行為を働いてくるこの男たちは、最初はどこにでもいるチャラチャラしたチンピラ風の連中だと思っていた。しかし、そのチンピラたちがこれ見よがしに見せてきたその大門に、私は思わず目を疑った。そんな私の反応に付け入るかのように、チンピラの一人がタバコ臭い息を吹きかけながら、さらに脅すように言ってきた。俺たちは桜庭組なんだよ。ただにしないと組長呼ぶぞ。そのチンピラの一人が名乗った組の名前に、私はハッとなり、真実を告げるとチンピラたちが震え上がるのだった。
私の名前は有田ゆかり。21歳で温泉宿の仲居をしている。私が働くこの温泉宿は部屋ごとに露天風呂がついており、比較的落ち着いて静かな雰囲気であることがまたセールスポイントとなっている。私もこの温泉宿の雰囲気が好きで、先輩たちは仕事となると厳しいけど、本当はみんな優しくて人当たりが良かった。何よりこの温泉宿のおかみさんは、住み込みで働かせてほしいと言った私を受け入れて、時に厳しく、時に優しく私の面倒を見てくれた。だから私はおかみさんには感謝の気持ちしかなく、彼女への恩返しも含めて毎日一生懸命に働いている。私が住み込みで働いている理由は、私の家庭環境が原因だ。私は父子家庭で育った。母は私を産んでしばらくすると亡くなってしまったらしい。そのためか、父は超がつくほど過保護だった。小さい頃、近所の友達の男の子が空手を習っていたのを見たときに、かっこいいからやってみたいと父に頼んだ時のこと。父は空手は危ないからダメだと突っぱねられ、その他にも習い事や趣味も制限された。高校生になった時、バイトもしたいと言ったのだが、バイトは帰りが夜遅くなるからダメだという理由で断られた。しかもこの頃から門限も6時と早めに定められ、部活に行くのはもちろん、友達から誘われても途中で帰らなければいけなかった。私はここまで自由のない生活に息苦しさを感じ、父へのイライラと不満も日に日に溜まっていった。しかし一方で、父がここまで過保護になる理由が、亡くなった母が原因だと分かっていたので、私は思うように父にはっきりと嫌だと言えなかった。それでも自由のない生活に私はほとほと嫌気がさしていた。だから高校を卒業した次の日の朝、私はついに不満を爆発させた。家を出る。お前にはまだ早い。ダメだダメだ。あれもダメ、これもダメって何かといえばダメダメばっかり。私はお父さんの人形じゃない。なんだと？俺がいつお前を人形扱いした。俺はただお前のことを思って。もう聞き飽きた。私のため私のためって。私のことを思うならもっと自由にさせてよ。気がついたらもう私は自分でもびっくりするほど父に噛みついていた。今までこんなにも父に対する負の感情を抱え続けていたのか。私は弾け飛んだタガから溢れ出る感情のままに父と激しい言い合いを繰り広げた。そしてしばらく言い合いを繰り広げていると、父は苛立たしげに鼻を鳴らしてそっぽを向き、こう言い捨てた。そうか、もういい。そんなに俺が嫌だと言うなら出て行け。ここは俺の家だ。俺のことが嫌いな奴を住まわせる義理はない。売り言葉に買い言葉はまさにこのこと。私はさらにカッとなって父の背中に向かって大声でこう怒鳴っていた。わかったよ。私はもう子供じゃないし、何があっても自分一人でやっていける。こんな家、こっちから出て行ってやる。こうして私は今まで住み慣れた家を飛び出した。勢いで家を飛び出したものの、最初のうちは当てにしていたネットカフェの泊まり歩きも、ほんの2週間でお金が尽きたためにできなくなった。そして寝るところも食べるところもなくなった上に、最初からどこへ行こうか当てもなかったために、朝も昼も夜もどうしようか街をさまよっていた。それから3日も街をさまよってから腹を空かせ体力を使い果たしてとある公園のベンチの上で朝から一人力尽きていた時のことだった。公園を散歩に来ていたらしい40代くらいの女性が私に声をかけてきた。
あんた大丈夫？なんだか元気なさそうだけど。空腹と疲れでぼんやりしていた頭を持ち上げ、私はどう答えるか悩んでいた。そんな私を見て、女性は私の事情を悟ったかのように手を差し伸べながらこう言ってきた。詳しい話は後で聞きましょう。まずは家に来なさい。え？いえ、いいから、ご飯も食べてないし、お風呂も入れてないんでしょ？とりあえず、まずは家へ一緒にいらっしゃい。落ち着いてから話を聞いてあげるから。女性が優しくそう言ってくれるのにつられて、私は言われるがままに彼女についていき、そして公園の外に止まっていた車に一緒に乗り込んだ。それから車の中でこのまま拉致られるんじゃないかと思いながら戦々恐々としていると、車は一軒の高級な建物に着いた。車から降りて女性と一緒に歩いていくと、従業員とおもしき着物姿の女性や男性たちが女性に向かって深々とお辞儀をして声をかけてきた。お帰りなさいませ、おかみ。お疲れ様です、おかみ。彼らにそう声をかけられた女性は、笑顔でうなずいて彼らに手を振っていた。それから建物の中に入って、どこかの食堂とおもしき部屋に私を通した後、女性は板長とおもしき男性を呼んだ。悪いけど、ちょっとこの子に何か温かいものを作ってもらえない？かしこまりました。板長は一礼して、その場を去り、それからしばらくした後、温かい天ぷらうどんを乗せたお盆を持ってやってきた。女性は私に天ぷらうどんを勧めてきたので、私は、いただきます。と、うなずくとともに、箸を取って天ぷらうどんをいただくことにした。私は朝から何も食べていなかったので、温かいうどんが体に染みた。うどんってこんなに美味しかった？今までいろんな料理を食べてきたけど、どんな豪華な料理よりもこのうどんが美味しく感じた。体が温かくなると気持ちもほぐれてきた。それで何があったのか聞かせてもらえる？あんた、どうして公園のベンチの上で寝ていたりしたの？はい、実は。改めて聞かれた私はどうするか迷ったが、天ぷらうどんで気持ちがほぐれたこともあって、女性に事情を話した。おかみさんは私の話を親身になって聞いてくれて、私が話し終えた後にこう言ってきた。それだったら、うちで働く？もちろん住み込みでね。え？私が聞き返すと、おかみさんはこう言ってきた。実は、うちの宿は最近ちょっと人手が足りなくてね。それに繁忙期だし、手伝ってくれる子はいないかなと思ってたんだ。あんたさえ良ければと思うんだけど、どう？いいんですか？それでしたらぜひ。私にとってはこれは渡りに船だった。だから迷うことなくその申し出を受け入れた。その直後、おかみさんから、でも、と条件を出された。きちんと親御さんには連絡するようにね。と言われて気が進まないというより気まずかったが、とりあえず家に電話をした。しかし父は家にいないのか電話に出なかったので、とりあえず留守番電話という形で伝言を残した。その後、私はその温泉宿に住み込みで働き始めたが、表から見たきらびやかな世界と裏方は全然違うことを働き始めてすぐに思い知らされることになった。無理もない。今まで父にバイトも制限されて一度も働いたことがなかった私はうまくいかないことが多く、先輩たちにビシバシと指導を毎日のように受けた。そこの布団は畳んだら、先に畳んだ毛布と掛け布団の下に積むようにしておく。そうでないと崩れるでしょ？何回言ったらわかるのよ。はい、すみません。部屋の掃除は寝室から。菌などの移動を抑えるために、露天風呂の掃除は最後よ。
はい、わかりました。先輩の指導は厳しく疲れるものだったが、それでも私は、私を拾ってくれたおかみさんへの恩返しのためにと思って必死に耐えて働いた。それから2年が経った後、私はようやく一人前に仕事がこなせるようになって、さらに厨房での仕事に興味を持つようになった。実はあの日初めて食べた天ぷらうどんが絶品で、板前さんに作り方を教えてもらい、まかないをアレンジしたりして、あの日の味を再現できないかどうか日々研究に没頭した。その結果、ゆかりちゃん、だいぶ天ぷらを揚げるのが上手になってきたね。ゆかりちゃん、よかったら厨房の仕事もやってみるかい？いいんですか？ゆかりちゃん、いい筋してるよ。おかみさんには俺が言っとくからさ。嬉しい。ありがとうございます。どういたしまして。こちらこそ嬉しいね。今時こんな根性ある子、珍しいや。教えがいがあるってもんだ。私でいいのなら、これからも喜んで手ほどきをしていこう。ゆかりちゃんもしっかりついてくるようにね。はい、頑張ります。私はこんな風に板前さんとも仲良くなり、うどん以外の料理もいろいろと教えてもらって料理をするのが楽しみになってきた。そんなある日、2人のチンピラ風のチャラチャラした男が日帰り温泉にやってきた。おい、この宿の風呂はどうなってんだ？何が高級温泉宿だよ。風呂が汚くて入れたもんじゃねえ。どうしてくれんだ？これで金取るとかふざけんなよ、おら。チンピラたちはおかみさんたちに向かって口汚く罵り騒いできた。私が浴場の様子を調べに行ったところ、浴場はいつも通りにちゃんと掃除されたままで、風呂に入った形跡もある。これは言いがかりにも程がある。だからこそ私は戻ってチンピラたちに抗議しようとしたが、お気に召さなかったのであればお代は結構です。ですが、当店で他のお客様のご迷惑になることだけはおやめください。と、おかみさんは至極冷静に対応してチンピラたちを返した。いいんですか、おかみさん。いくらお客様といえども、あんな人たちをあのまま返しちゃ。大丈夫よ。仮にまたやってきたとしても、そうそう何度もあんな好き勝手な騒ぎを起こせるわけがないもの。おかみさんはにやりと笑って奥に行ってしまった。おかみさん、たまにゾッとする時があるんだよな。こんな高級宿を切り盛りするんだもの、いろいろなことを経験してきてるんだろうな。私はおかみさんの言ったことが気になったが、聞こえないふりをして持ち場に戻った。そして後日、そのチンピラたちが10人ほどの団体できちんと予約を取る形でやってきた。チンピラたちは一番高いコース料理に高い酒、コンパニオンを数名呼ぶなど我が物顔で派手に遊んで大騒ぎして、他の客の迷惑などそっちのけという感じだった。しまいには会計の時、おかみさんが全部で200万円ですと総額を言うと、この前大声で騒いできたチンピラがおかみさんに噛みついてきた。はぁ？そんなぼったくりな金を誰が払うと思ってんだ？この前と同じように、また風呂汚くて入れなかったし、料理は写真と違うし、髪の毛だって入ってたんだぜ。しかもコンパニオンだってブスでババアばっかりだったしよ。さらに同じくこの前大声で騒いできたチンピラの一人がわざとらしげに一本の金髪の髪を出してくる。ちなみに厨房で金髪の板前はいないし、宿の従業員は私も含めてみんな黒髪で、これは明らかな嫌がらせだということが分かった。おかみはきっぱりと言った。一番良いお部屋と一番高いコースの料理、高いお酒にコンパニオンまでご利用されたのですから妥当な金額です。今回はきっちり払っていただきますよ。しかし
どうしても料金を踏み倒したいのか、チンピラたちはこんな脅し文句まで使ってきた。俺たちはな、桜庭組のもんなんだよ。ただにしないと、組長を呼ぶぞ。こんな温泉宿なんて、潰すなんて朝飯前なんだからな。桜庭組。その名前を聞いて、先輩や同僚たちの何人かが顔色を変えた。桜庭組とは、都内でも一二を争うほどの勢力を持つ広域指定暴力団で、その名前を聞いて知らない人はまずいない。しかし、その桜庭組の名前を聞いて、私はピンとくる何かを感じて、気がつくと体が動いていた。お客様、恐れ入りますが、どうかそのくらいにしていただけませんか？チンピラたちは一斉に、私に侮蔑的かつ威圧的な目を向けてきた。なんだ、この甘。そのくらいにしろって？俺たちに言ってんのか？お前、誰に向かって口聞いてるわけ？俺たちはこういうもんなんだぞ。チンピラたちが刺した上着の金バッジは桜庭組の大門だった。私がそれに目を疑うのを見て、チンピラたちはさらに脅すように言ってきた。俺たちは桜庭組なんだよ。ただにしないと組長を呼ぶぞ。桜庭組？あなた、桜庭組と言いましたか？だったらなんだって言うんだよ。お前、痛い目見てえのか？あなたたちの言うその桜庭組の組長さんなら、後ろにいらっしゃいますよ。はあ？私がそう言いながら、後ろを指さし、チンピラたちが振り返ると、彼らは一斉に顔をこわばらせた。おう、俺たちの組を名乗っているというアホどもはお前らか？振り返った先にいたその黒いスーツの男性が言うと、チンピラたちは一斉にヒーと情けない声を上げて、蛇に睨まれたカエルのように立ちすくんだ。お前ら、本当にうちのもんか？見たことねえな。すると、黒いスーツの男性のお供として彼のそばに立っていたがたいのいいスーツ姿の男性の二人組のうち、右にいた男性が口を開いた。組長、こいつらは最近入ったばかりの若衆です。組長に今度お目通りする予定でした。その右の男性の言葉を聞いて、大きくうなずいた後、黒いスーツの男性はチンピラたちに言った。おい、お前ら、まだちゃんとうちに入っていないのに、うちの名前出して、堅気に迷惑かけるなんて、どうなるかわかってるよな。こちとら、辛い汚されたんだからよ。すみません、組長。許してください。桜庭組に入れたのが嬉しくて、それで調子に乗って。調子に乗ってすみませんでした。なんて言葉で済むんなら、警察はいらねえんだよ。黒いスーツの男性の鋭い一喝に、チンピラたちは一斉にその場に腰を抜かしてしまった。そんなチンピラたちの情けないありさまに、大行にため息をつきながら、黒いスーツの男性は左右のお供の男たちを振り返って言った。おい、人を呼んで、このバカどもをさっさと事務所に連れて行け。それで先に、お前らで少し急を据えてこい。わかりました。左右の男性が、後ろの正面玄関を振り返って手で何かの合図を送ると、同じスーツ姿のがたいのいい男性たちが現れた。彼らは泣き叫ぶチンピラたちをどやしつけながら外へ連れ出していき、同時に迷惑をかけてすまなかったと言いたげに、私たち従業員に深々頭を下げてきた。そして最後に黒いスーツ姿の男性が残ったのを見て、私は思わず声をかけた。お父さん。その声を聞いて、従業員たちが振り返ると、黒いスーツ姿の男性は私を振り返った。みんなにバレたくなかったが、こうなっては仕方がない。
私の父は広域指定暴力団の桜庭組の組長をしている。お父さん、なんでここにいるの？別に、どうということはない。いつも通り泊まりに来ただけだ。嘘。私がここで働いているからって見張りにやってきたんでしょ？どうせ信用ないからって。ゆかりちゃん、黙っててごめんなさい。桜庭組さんからは昔からよくしてもらってるのよ。え？うち、いろいろなお客様いらっしゃるから、たまには今みたいなお客様もいてね。そういう時は桜庭組さんに人をよこしてもらってね。そういえば前におかみさんが言っていたことを思い出した。チンピラが入浴代をタダにしろとごねた時、何度もあんな好き勝手な騒ぎを起こせるわけがないと言っていた。あれはバックに桜庭組がいるってことだったんだ。でもまさかゆかりちゃんがそうちゃんの娘さんだったとはね。そうちゃん？ええ。ゆかりちゃんのお父さんと私は昔からの友達なのよ。そうちゃんと私は昔の喧嘩仲間でね。その縁があって、そうちゃんが組長になった桜庭組によくしてもらってるのよ。ゆかりちゃんがこんな小さい時に一度家族で来てくれたことあったわ。私はまだその時見習いだったけどね。まさか公園で声をかけた女の子があの時のゆかりちゃんだったなんてね。私は父の方をちらりと見た。父は罰の悪そうな顔をしている。ゆかりちゃんがここで働き始めた頃、家に電話したでしょ？ここでゆかりちゃんが働いてるって知って、そうちゃんびっくりしてね。そうちゃんはたびたびお忍びで泊まりに来て、ゆかりはどうだ？ゆかりは大丈夫か？ってうるさくってね。親バカよね。京子。あら、少し話しすぎたみたいね。ゆかりちゃん、うちに来るまで働いたことないって言ってたけど、本当によく頑張ってたわよ。そういう負けず嫌いなところ、お母さんに似ているわね。お母さんに？おかみさん、お母さんのこと知ってるんですか？知ってるわよ。ゆかりちゃんのお母さん、ゆみさんはとっても綺麗な人だった。でも、人一倍芯が強くて負けず嫌いだった。ゆかりちゃんはどっちかっていうと、性格も顔もお母さんにね。ゆかりちゃんを見ていると、たまにゆみさんを思い出すわ。父は、こほんと咳払いをしていった。京子からお前の話はよく聞いていた。ゆかり、今日までよく頑張ってきたな。お父さん。だがもし、今日みたいなことがあったとき、私がいなかったらどうなっていた？お前だけで解決できたのか？その言葉に私はぐっとなった。悔しいけど確かに父の言う通りだった。もしも父がここにいなかったら、その時はどうなっていたのだろうか。私だけじゃなく、旅館のみんなも危険にさらされていただろう。お前の気持ちと頑張りはよくわかったが、やはりお前の独り立ちはまだ早い。だから悪いことは言わない。今すぐ私と一緒に家に。そうちゃん。その時、おかみさんが父の言葉を遮った。そうちゃん、ゆかりちゃんはゆみさんじゃないわ。ゆみさんとあなたの子よ。ゆかりちゃんはいなくなったりしないわ。京子。驚いた父をまっすぐ見て、おかみさんはこう諭すように言った。心配なのはわかる。でも、ゆかりちゃんにはゆかりちゃんの人生がある。彼女の人生を決めるのは彼女自身なのよ。お父さん、お願い。私、ここで自分の力で頑張ってみたいの。父が私を見る。ゆかりちゃんね、本当にすごいのよ。今では仲居の仕事だけじゃなくて、自分から厨房の仕事も手伝うぐらい頑張り屋なの。可愛い子には旅をさせろって言うじゃない。私たちも若い頃、たくさんやんちゃやって今があるんだから、彼女を信じてあげたら？
おかみさんの言葉に父がぐっとなると、板前さん、そして従業員たちも次々と進み出てきた。彼らは口々に私を褒める言葉を口にしてくれた。ゆかりちゃんは思った以上に根性ありますよ。朝から晩までビシバシ言われたり、しごかれたりしながらもしっかりついてきたんですから。そしてどんなに疲れても、辛いことや悲しいことがあっても、笑顔だけは絶やさないようにしてました。その彼女の笑顔があってこそ、私たちも頑張れたんです。ゆかりちゃんはすごいんですよ。最初はうどん程度しか教えなかったんですが、そのうどんの作り方を早いうちに覚えて、現在は他のメニューもすっかりマスターしたんです。だから、私たちからもお願いします。ゆかりちゃんの勇気と今までの頑張りを認めてあげてもらえませんか？それに私が目頭を熱く仕掛けたとき、父は頭をかいて苦笑いしながら私にこう言ったのだ。負けたよ、ゆかり。俺はどうやらお前を甘く見すぎていたらしい。この2年間、お前は本当に強く、そして大きくなったんだな。お父さん、それじゃあ。ああ、お前の人生はお前のものだ。だから、ここで頑張ってみろ。お前が満足できるまでな。父の笑顔のその言葉に、私は涙が溢れた。そんな私の肩をおかみさんが優しく抱いてくれて、従業員たち一同が心から優しい拍手を送ってくれた。あれから、私は今も温泉宿で働いている。前と違うのは、仲居の仕事を少なくしてもらって、本格的に厨房に立たせてもらっていることだ。自分がおかみさんに振る舞ってもらったあの天ぷらうどんのように、温かい気持ちになってもらえる優しい味の料理を作りたい。その一心で料理長から料理を教わっている。そして私はおかみさんたちに提案して温泉宿で子供食堂を開店させてもらった。あの優しい天ぷらうどんを困っている子供たちに振る舞ってあげたい。そんな私の提案をおかみさんは喜んで賛成してくれた。子供食堂の活動をしていくうちに地域の人たちからも人気が出て、温泉宿はテレビの取材を受けるほどの大人気となり大忙しだ。もしあの日、あの公園でおかみさんと出会わなかったら今の私はいない。だからあの日、私に声をかけ手を差し伸べてくれたおかみさんにも、私をあの日まで育てて守ってくれた父にも感謝している。父がいなければ、おかみさんとこの旅館の人たちに会うことはできなかったからだ。だからこれからも私は人の縁を大事にし、感謝しながら生きていこうと心から思っている。あんた首よ。せっかく私が目をかけて雇ってあげたのに、こんな役立たずだとは思わなかったわ。大手アパレル会社の営業として働いていたが、成果を伸ばすことができずにクビになった俺。しかしその後、美人幼馴染の会社を手伝うと、あっという間に人気店に成長。すると、普段勝ち気な幼馴染が恥ずかしそうに俺の耳元で囁くのだった。たっぷりお礼するよ。こっち来て。俺の腰に手を回してきた彼女に身を任せた俺は、やーくん。俺の名前を慣れ慣れしく呼ぶ。耳につく甲高い声。俺こと、東出陽は、ベローラという大手アパレル会社の営業部で働いている。人と洋服について話し合えるくらいのコミュニケーション能力はあると思うが、できれば静かに暮らしたい。ただ、服のことだけ考えていたい。俺が本当に良いと思った服しか売りたくないし、売りたくもない服を自分の手でこの世に出したくない。それなのに、なぜか知らないが、大衆的な服を量産しているこの会社で、営業をすることになっている。もちろん営業成績は、下から数えた方が早い。よーくん、今日もお仕事頑張ってるかな？
俺のこと、この広いオフィスで呼び捨てにするのは一人しかいない。社長令嬢の北川美玲だ。またこれも理由が皆目見当がつかないのだが、やけに絡んでくる。ようくんは才能があるんだから頑張らなきゃダメよ。私のためにもね。将来ようくんはこの会社を継ぐんだから、ずーっと一緒に頑張ろうね。毎日、俺のデスクに来ては彼女気取りで話しかけてくる。しかし、俺をこの会社で雇ってくれたのは美玲で、社長令嬢ということもあって、こんな大勢の社員が見ている中で無下にはできない。ようくん、今日夜私とデートね。ここのお店で待ってるね。すごく大事な話があるの。わかりました。反抗すればどうなるのか目に見えている。他の社員が営業先とトラブルになった時は、ありとあらゆるものが宙を舞い、翌日、その社員はいなくなっていた。また後でね。俺の耳元で囁くように言い残して、営業部から立ち去った。そんな様子を見て見ぬふりをしていた隣のデスクの同僚が、お前さ、いいよな。あんな美人どうやって自分のものにしたの？俺もああいう子と付き合いてー。だって仕事の成績がどうであれ、可愛がってもらえて、将来も約束されてんだろ。もう最高じゃん。おそらく、俺を除く営業部全員が、おおむね同じようなことを考えているんだろう。俺は同僚の冷やかしに対して何も言わずに、ただ、目の前のキーボードを無意味に叩いていた。仕事が終わり、美玲が指定したレストランに向かった。言葉通りの超高級フレンチレストラン。もう、ようくん遅い。待ちくたびれちゃった。すでに美玲が座って待っていた。俺も向かい合わせになるように席に座る。ようくん何飲む？一緒にワインでもどうかな？最初はやっぱりスパークリングかな。お任せします。もう、ツンデレだな。そんなところも大好きだよ。だからね、今日はようくんにきちんとお話ししようと思って来てもらったの。なんだと思う？わかりません。もう、毎日こんなに私が愛の告白をしてるのに気づかないの？本当に鈍いな。ようくん、私たち結婚しよう。美玲が破天荒な性格なのはよくわかってはいたため、あまり驚かないし、むしろいつも同じようなことを言われているため、もはやこの言葉がどこまで真剣なものなのかもわからない。ようくんと結婚して、この会社を一緒に経営したら、すごくうまくいくと思うんだよね。ようくんだって営業部なんて嫌でしょ？私と結婚すれば、そんなところからすぐ抜け出して出世もできる。お洋服もいっぱい一緒に作りたいな。イラッとしてしまった。出世したいわけじゃない。俺はただ服が好きで、自分が作りたいと思った服を作っていたいだけなんだ。お断りします。なんで嫌なの？ようくんにとっていいことしかないよ。いい案だと思うけどな。ミレイと一緒に洋服作ったら絶対楽しいよ。あ、結婚したら、ミレイが着るお洋服もずっとようくんに考えてもらえるし、ようくんも大好きなお洋服のこと考えられて、ミレイもようくんと一緒にいられて、あなたとは一緒に服を作りたくない。思わず言ってしまった。目の前に座っているミレイの顔がみるみる曇っていく。それ、どういう意味？結婚するつもりはないってことです。ガシャン。ミレイがものすごい勢いで席から立ち上がり、俺のところに向かってくる。俺の横まで来たと同時に、首元のネクタイを力いっぱい引っ張られ、俺の顔がミレイの顔にぶつかる寸前だった。あんた、自分が何言ってるか分かってんの？今誰のおかげで仕事できてると思ってんの？感謝してます。はっ、私はそんなもんいらないの。態度で示しなさいよ。すみません。でも、もう無理です。そういう態度なの？わかったわ。また路頭に迷えばいいのよ。あんたなんか自分の力で何もできないくせに。
自分の力で何もできないくせに。この言葉にカチンと来てしまった。わかりました。今までありがとうございました。俺はミレイの手を振り払って席を立ち、個室のドアを開けて出て行った。待ちなさい。これで済むと思ってんの？ミレイの叫ぶ声が廊下にまで響いていた。俺は真っ黒い気持ちに押しつぶされそうになりながら、レストランを後にした。その翌日から出勤しなかった。職場から連絡もない。都心のワンルームのアパートにこもりっぱなしだった。狭いこの部屋でカーテンを閉め切り、ベッドの中で過ごした。何も考えたくない。疲れてしまった。あんたなんか自分の力で何もできないくせに。この言葉がトゲのように刺さって抜けない。俺はこんなにも無力だったのか。父さんは俺が子供の頃に事故で他界した。母さんは俺を洋裁工場に勤めながら女手一つで育ててくれた。母さんはとても器用で服を頭の中で考えて作れてしまう人だった。ほら、ようできたよ。着てみて。母さんは俺の服ばかり作って、自分はいつも同じ服を着ていた。母さんならこんな服が似合うのに、その服にはこんな靴が合うな。絵を描くのが好きだった俺は、子供ながらにそんなことを考えては、スケッチブックにそのイメージを書き出していた。母さんの喜ぶ顔が見たい。そう思って、こっそり母さんのためにデザインした洋服を見よう見まねで作ってみた。小学生の時の話だから、もちろん裁縫技術もない。出来上がったものは着られたもんじゃなかった。でも、家にあった布も勝手に使ってしまい、隠すにも隠せず仕方なく、母さん、これ、と言って、そのボロボロの服を渡した。すると、これ、ヨウが作ったの？と、信じられないような表情をしながら聞いてきた。母さんいつも同じ服だから、でも母さんみたいに上手にできなかった。うつむいて答える俺に、母さんはそっと、俺の頭に手を乗せて、ありがとうよ。これは母さんにとっての一生の宝物よ。本当に本当に嬉しい。母さんずっと大事にするね。と、ニコニコして涙を浮かべながら言っていた。でも、そんなボロボロなの着られないよね。と俺が言うと、大丈夫。少し手直しすれば全然問題ないわよ。よう、一緒にやろうか。と母さんに誘われ、俺は黙ってうなずいた。その日から、俺は自分でデザインを描き、服も作り、どんどんファッションの世界にのめり込んでいった。そんな俺を、母さんはただニコニコしながら、わからないところを教えてくれたり、どんな風に作ったらいいのかを一緒に考えてくれた。要は絵も上手で、お裁縫も覚えるのがとても早いから、いつかファッションデザイナーとかになったりしてね。俺が中学生の時に母さんはそんなことを言っていた。俺は母さんが喜んでくれる服を作れればいいよ。母さんが喜んでくれる顔を見たい。その一心だった。そんな母さんは、俺が服飾の専門学校に通っている時に病気で他界した。末期がんだった。明るい日の光が差す病室で、最後に母さんはこう言った。よう、あなたはちゃんと周りの人のことを考えられるいい子に育ってくれたわ。母さん一人で苦労させたね。でもね、母さんは本当に幸せだった。すごく楽しかった。あなたなら絶対大丈夫。みんなが喜んでくれるような素敵な服を作れるわ。母さん、あなたが作る服が世の中に出るのをすごく楽しみにしているからね。報告、待ってるからね。母さんが亡くなってから、母さんの言葉を信じて、多少のことも我慢して、俺なりにやってきたつもりだった。でも、実際はどうだ。母さんに何も報告できていない。情けなくて、恥ずかしくて、もう何年も墓参りにも行けていない。母さんとのことを思い出していたら、勝手に足が動いていた。自宅から電車を乗り継いで約2時間。俺の生まれ故郷に帰ってきた。自然が多いこの町も
少しずつ開発が進み、母さんと過ごしたボロアパートももうなくなってしまった。山と海両方に囲まれたロケーションが人気で、土日などは人や車でごった返す。平日はそこまで観光客は多くなく、地元の人たちが何気ない日常を送っている。今日は平日でよかった。そう思い、真っ先に海辺を目指した。今日はよく晴れており、波の音も穏やかだ。そんな心地よさを覚えながら、海を堤防から眺めてみる。水面が輝いていて、さっきまでどす黒かった心が浄化されていくようだ。中学生の頃、母さんと暮らしたボロアパートからほど近い、この海辺の堤防に座り込み、服のデザインをよく考えていた。波の音を聞きながらだと、不思議と作業がはかどった。また絵描いてるの？俺の上から誰かが覗き込んできた。やめろよ。俺は自分のデザインを見られるのが恥ずかしくなり、必死に隠そうとするが、またこいつがとにかくすばしっこく、あっという間にスケッチブックを奪われてしまった。幼馴染の清水里奈だ。明るい性格で足が速い。小中と同じ学校に通っている。中学では陸上部に入り、その足の速さで陸上の大会でも優勝しているようだ。日焼けした肌が頑張って練習しているのだろうなと思わせる。うわぁ、すご。よくこんなすごい絵が描けるね。私絵心ないからな。本当に羨ましい。大したことないよ。内心褒められてすごく嬉しかった。また謙遜しちゃって。もう少し自信持って。いいなぁ。私もこのくらい絵が描けたらな。練習すれば上手くなるよ。いや、絵だけはダメだね。頭の中でいい感じの思い浮かべるセンスだけはあるんだけどな。私の考えてる服も、ようちゃんに描いてもらえたらな。描いてやるよ。本当に？こう。上は、なんて言うんだっけ。リナはまず、陸上以外のことをもう少し勉強した方がいいんじゃないか。あ、バカにした。私のこと今絶対バカにした。思いっきり脇腹をくすぐられる。どうもこいつの前だと調子が狂う。自分がこんなに明るい人間だったのかと驚くことがある。そんな風に、この清水里奈というやつは、存在するだけで周りを明るくするようなやつなのだ。でもさ、本当にすごいよ。ようちゃんの考えた服って、なんだかすごくキラキラしてるよね。どういうこと？なんだろうな。こんな服が世の中にあったらすごく素敵だろうなって、こっちまでワクワクするというか、この服を着る人のことも一生懸命考えて描いたのかなっていう気がする。またこいつは変なところで勘が鋭い。俺、母さんのために服作ってやりたいんだ。ようちゃんのお母さんか。なんかすごいわかる。ようちゃんのお母さん、この服すごい似合いそう。お母さんめちゃくちゃ美人だもんね。またこいつは人を持ち上げるのがうまい。そんなに褒めたって何も出ないぞ。いや、ようちゃんを褒めたっていうより、お母さんが美人だから何でも似合うなーっていう話。お前な、この野郎。リナは元気なんだろうか。リナは陸上の強豪校に行ったため地元を離れた。仲は良かったつもりだ。連絡先だって交換して、お互い入学当初は電話でその日あったことを話したりもした。ただ、俺も服飾関連の専門学校に入るためにいろいろと準備で忙しくなり始め、リナからも連絡が来ることはなくなり、なんとなく疎遠になっていった。今でも走っているんだろうか。堤防に座りながら、ぼーっとそんなことを考えた。リナのことだ。相変わらず、どこかで元気にやっているんだろう。ようちゃん？聞き覚えのある声で、自分の名前を呼ばれた。まさか、ここにいるはずがない。だが、この声は間違いなく。うわぁ、ようちゃんだ。うわぁ、びっくり。元気にしてた？振り返った先には、ピンク色の半袖短パン、ランニングウェアに身を包み、黒髪ロングヘアをポニーテールにした大人の女性がいた。
でも、声や仕草、屈託のない笑顔はあの頃のままだ。間違いない。リナだ。堤防にぼーっと座ってる人がいたからさ、まさかと思って声かけたけど、ようちゃん全然変わんないね。まさか会えるとは、予想外すぎる。会えたこともそうだが、リナが大人っぽくなったことにまた驚いている。久しぶり。ようちゃん、ほんと中身も変わんないね。久々に会ってそれだけかい。一瞬誰かわからなくて。そんなに私変わったかな？うん、老けた。おい。このやりとりが心地よい。ようちゃん、こんなところで何してるの？この辺住んでるの？お母さんは？一気に心の中が冷えていく。母さんは亡くなったんだ。俺、服飾の専門学校行ってたんだけど、その時に。そうだったんだ。そっか。あ、でも、服飾の専門学校ってことは、本当にデザイナーになったの？まさか、アパレルの仕事とかしてるの？俺はしぶしぶ話した。会社はクビになった。ようちゃんが？なんで、何したの？どこから話せばいいのか。いや、別に、単純に俺が仕事できなかっただけ。だから、何の仕事？アパレル会社の営業。営業？ようちゃんが？そりゃ無理だ。口下手なようちゃんが営業だってそんな笑うなよ。つい言葉尻がきつくなってしまった。ごめん。まさか、ようちゃんが営業やってるだなんて思わなくてさ。そっか。もうデザインは描いてないの？うん。そっか。もったいない。リナは少し考えてから。ねえ、ちょっとさ、手伝ってほしいんだけど。ん？リナは恥ずかしそうに。実は私、アパレルショップを経営してるの。俺は、あと何回驚かされるんだ？リナが？もう、そうなると思って言うの恥ずかしくてさ。とりあえず、ここじゃなんだから、うちのお店来ない？俺はリナについていくことにした。じゃじゃーん！ここが私のお店です。アーバンアスリート。そう書かれた看板が掲げられていたのは、おしゃれな外観のこじんまりとしたショップだった。中に入ってみると、壁一面に棚をつけて、靴がずらっと並べられている。服よりも、靴の数の方が明らかに多い。靴も、おしゃれな靴というよりも、スニーカーや、明らかに足の負担軽減を考えられたような靴がメインだ。こっちにどうぞ。扉一枚隔てた奥には、リナの工房なのだろうか。靴の木型やミシンなどの靴作りで使う道具があちこちに置いてある。ごめんね。すごく散らかってて、飲み物入れてくるからここ座ってて。リナに出された椅子に座り、工房の中をぐるりと見渡す。部屋の一角には、小さな冷蔵庫や電子レンジなどの最低限生活できるような家電が置いてある。靴作ってんの？うん、そうなんだ。まあ作ってるって言っても、私はアスリート目線で足に負担がかからない靴を作りたいって言って、デザインとかいろいろ考えて、それを職人さんにお願いして作ってもらってるって感じだけどね。まさか、リナがこんなことをしているとは。びっくりした？そうだよね。絵も描けない私が、まさかデザインだなんてね。はは。だから、絵心はないんだけど、靴のサンプルだったらかろうじて作れたからさ、どうにかこうにかやってみてるってわけ。リナはもう一つの椅子に腰掛け、両手でマグカップを抱えながら少しずつ話し始めた。私さ、高校は陸上やりたくて、他県の強豪校行ったでしょ？それなりにね、うまくいってたの。短距離のレギュラーメンバーにも選ばれて、大会にもバンバン出て、リナの手がぎゅっとマグカップを握りしめる。でもね、高校2年生のインターハイの前にね、急に歩けなくなっちゃって。リナの顔が少し歪む。ずっと足が痛いなと思ってたんだけどね。よくあることだからと思って、テーピングとかしながら練習は続けてたんだ。そしたら、朝起きたら起き上がれないくらいになっちゃって、足を酷使しすぎると
腰の方まで影響出ちゃうらしくてさ、結局手術して歩けるようにはなったんだけど、前みたいな走りはできなくなっちゃって、選手はもう降りてマネージャーに転校したの。そうだったのか。なぜリナから連絡が来なくなったのか、ガテンが言った。大変だっただろう。まあね、一時期はほんと腐ってた。でも自分が前みたいに走れなくても、やっぱり陸上は好きでさ、みんなのサポートしながら、どんな風に走れば早く走れるかとか、自分の故障を教訓にして、どうすれば故障しないで済むかとか考えて、みんなの走り方のフォームを直したりしてね、自分にできることはいっぱいあるかなと思って。自分は思うように走れないのに、目の前で颯爽と走っていくみんなを、どんな気持ちで見ていたんだろうか。もう走って平気なのか？うん。日常生活には何も支障ないよ。軽いランニングだってできるし。もう、一時期はどうなるかと思ったけどさ。また走れるまでになったんだから、よかったよかった。リナは強いな。強くはないよ。散々泣いたし。でもさ、やっぱり走るの好きなんだもん。どんな形でもいいから、やっぱりやりたいなって思って。すごいよ、本当に。やだ、そんな褒めないでよ。照れちゃうじゃん。はいはい。でね、私さ、思ったの。どうしても、足の負担を考えたりすると、日常生活でパンプスとかのおしゃれな靴も履けない。でも、足の負担考えた靴って、すんごくダサくて、デートとかでも履けるようなおしゃれな靴履きたいじゃん。リナがデートとかできんの？バカにしたな。私だってそれなりに需要あります。はいはい。信じてないな。まあいいけどさ。だからね、アスリートでもおしゃれに履ける靴を作ろうと思ってさ。でもさ、私絵が描けないじゃん。だからサンプル作って、やっとイメージできるんだけど、コスパもタイパも悪くてさ。そこでようちゃん、靴の絵を描いてくれませんか？俺、服がいいんだけど。いいじゃん。靴も服も描くのは同じようなもんでしょ。私のイメージする靴をまず絵にしてほしくてさ。服のがいいと言いつつ、俺もまんざらではなかった。お店に入って、並べてある靴を見て。だいたいどんな靴が作りたいのか、どんな雰囲気のものがいいのか、もっとこうすればいいのに、もっとああだったらおしゃれになるのに。すでに、俺の頭の中には、ありとあらゆるイメージが湧いていた。いいよ。本当に？いいの？やった！ただし、やるからにはしっかりやるからな。生半可な気持ちでやるなよ。こっちのセリフよ。途中で逃げ出さないでよね。よし。じゃあまず、ちょっと足かせ。俺は椅子から立ち上がり、座っていたリナの足元にしゃがみ込み、リナの靴を脱がせ、素足にした。いいか？靴ってさ、この辺のシルエットを良くすると、すごい綺麗に。ちょっと待って、ようちゃん。あのさ、ちょっとさっき走ってたばっかだし、足も汚いしさ、そんなにまじまじと見られるのも。俺はふと、目の前にあるものを再度眺めた。短パンからスラッと伸びた大人の女性の素足。きっと自分でトレーニングもしていたんだろう。太すぎない、程よく筋肉のついた足。すごく綺麗だな。はっとした。俺は何を考えているんだ。慌てて足から手を離し、その場から立ち上がった。ごめん。いや、私の方こそごめんね。なんだっけ？何の話だったっけ？俺は慌てて、靴の木型を手に取り、さっきの出来事を忘れようとするかのように、靴のデザインについて話し始めた。リナの意見も聞き、それをその場でデザインとして書き上げていく。お互いああでもないこうでもないと言いながら、デザイン画を俺は何枚も書き上げる。ああ、楽しいな。いつぶりだろう、こんな気持ち。心の中はいつの間にか満たされていた。わーお、すごい。こんな短時間でこんなにデザイン画ができた。そしてどれも私の思い描いていた通りの。リナの目はキラキラとしていた。お役に立てたようでよかったです。俺もまたこんな気持ちを味わえるとは。ふとショップ内に置いてあった服のことが気になった。
なあ、あの服は？ああ、あれね。私がいいなと思った服をうちの店で置かせてもらってるの。うちの店、おしゃれな靴だけじゃなくて、ランニングシューズとかスニーカーも置いてるんだけど、どうしてもそれをそのままプライベートで履こうとすると、物によっては合わなかったりするじゃん。だから、そんな靴でもおしゃれして履けるような服があったらいいなと思って置いてみたんだけど、まあやっぱ難しいよね。コーディネートってさ。俺が作ろうか。考えるよりも先に口から出ていた。え？俺が服も考えてやるよ。何営業？バカ。もったいないじゃんか。こんなにいい靴のアイデアいっぱいあるんだから、リナの靴に合わせて服のデザイン考えてやるよ。いいんですか？うん、任せとけ。すごい。そうして、二人三脚で靴と服を作ることにした俺たち。店内のレイアウトをガラリと変え、トルソーを増やし、靴と服をコーディネートして並べた。週末、店に来る観光客の数が明らかに増えた。おしゃれなだけでなく、足の負担を減らす靴は人気が出始め、アスリートの間でもおしゃれな靴と服が買えると SNS で話題になった。SNS での画像は拡散され、靴だけでなく、どことも被らない一点物の服がまた人気を呼び、今まで鳴かず飛ばずだったインターネット通販サイトからは、瞬く間に注文が殺到した。気づいた時には、売り上げは過去最高額となり、いつの間にか、巷ではちょっと有名な店となったのだった。俺は都心のアパートを引き払い、地元の 1LDK の少し広いマンションに引っ越した。新しい自宅は洋裁工房となり、家の中には布の切れ端が溢れ返っていた。前のアパートからベッドはそのまま持ってきたため、かろうじて寝るスペースは確保されている。リナの店の売り上げも順調だ。自分で服も作れる。こんなに楽しいのはいつぶりだろうか。その時、インターホンが鳴った。ドアを開けると、リナがそわそわとしていた。ようちゃん。どうした？朝からそわそわして。とりあえず中に入れよ。リナを自宅に招き入れた。お互いの家はデザイン案を考えたりするのに、しょっちゅう行き来するようになった。リナがリビングの椅子に座る。何か手に持っているようだ。俺はアイスコーヒーをリナに渡しながら、何それ？と聞いた。すると、なんと、招待状が来たの。招待状？なんと、あのベローラから、立食パーティーやるんだってさ。指先がどんどん冷えていくのがわかる。ねえ、すごくない？こんな招待状来るくらいお店大きくなったの？もうすごすぎて、この招待状受け取ってからずっと鳥肌立っててさ。ねえ、ようちゃん聞いてる？大丈夫？俺は、リナにはどこの会社に勤めていたのか、話したことはなかった。俺、ベローラにいたんだ。営業やってたって、ベローラでやってたの？うん。そっか、そうだったんだ。リナは少し間を置いてから、ようちゃんクビにするなんて、ほんと、見る目がない会社だね。そっか、わかった。このパーティー行くのやめる。リナなら、そう言ってくる気がしていた。いや、行こう。でも、ようちゃん大丈夫なの？大丈夫。もう今までの俺ではない。わかった。私のお店、私の力じゃこんなに大きくできなかったし、こんなに大きくなったのは、ようちゃんのおかげだからさ。私一人でパーティーに行くのはなんか違う気がしてて、ようちゃんが大丈夫なら一緒に来てほしいな。うん。俺はリナとベローラの2週間後のパーティーに参加することにした。パーティーは夕方からだったため、店の工房で作業をしてから、俺だけ自宅でスーツに着替え、また工房に戻ってきた。今日は店を臨時休業にした。工房では、リナがまだ着替えているため、俺は店内の片付けをしておくことにした。おい、リナ、準備できたか？ちょっと待って。チャックがうまく閉まらなくて。準備できたら来いよ。もうタクシー来るから。ベローラか。パーティーということは、ミレイもいるんだろうな。
パーティー会場で何もなければいいが、工房のドアが開く音がした。お待たせ。チャック大丈夫だ。オフショルダーのかなりスリットの深いヌーディーピンクのドレスを身にまとい、足元はベージュのオープントゥーのパンプスをシンプルに履きこなす。長い黒髪は綺麗に夜会巻きにしてある。普段はすっぴんのため、化粧をした顔はまたさらに色気が増していた。どうかな？大丈夫かな？俺は見とれて言葉を失っていた。ちょっと、どっか変？ちゃんと言ってよ。いや、綺麗だよ。バカ、ちょっとそんなはっきり言われると照れるじゃない。まあ、私だってきちんとすればこのくらいにはなるんだから。何見とれちゃった？はいはい、タクシー来たよ。乗ろう。そして俺たちはタクシーに乗り込み、ベローラのパーティー会場へと向かった。超一流ホテルと呼ばれる、このホテルの宴会場でパーティーは行われる。右を見ても、左を見ても、名の知れたファッションデザイナーばかりだ。ねえ、ようちゃん、バイキング形式だよ。ご飯超美味しそうだね。リナは、周りがどんな人なのか知らない分、単純にパーティーを楽しみたい気持ちだけでいられているようだ。俺の方が緊張しているくらいだ。リナがそんな調子でいてくれるから、少し肩の力が抜ける。リナ、食べすぎるなよ。そのドレス体型出るからな。わかってるようだ。あら？耳障りな声が聞こえた。あら、どこの誰かと思えば元気だった？ミレイだった。お久しぶりです。何よ、かしこまっちゃって。今日は楽しんでって。ミレイは俺の隣にいたリナを見て、どちら様？と聞いた。俺はリナに、ベローラの社長令嬢の北川ミレイさんだよ、と耳打ちした。私、アーバンアスリートの経営者、清水里奈と申します。本日はお招きいただきありがとうございます。リナは緊張しながら答え、お辞儀をした。あなたが？お店のことはよく調べたのよ。陸上やられてたんですって。はい。短距離走の選手でした。そう。じゃあこういうところに来るの初めてでしょ？緊張して当然よね。そのドレスも着慣れてなくて大変でしょ？素敵よ。孫にも衣装ってところかしら？リナの顔はたちまち赤くなっていった。じゃあ、ヨウくん、また後でね。そう言って、ミレイは立ち去った。何あの社長令嬢。孫にも衣装って、しかもヨウちゃんのこと、ヨウくんだなんて。ちょっと、社長令嬢とどういう関係なの？リナは小声ではあるが、怒っているのが伝わってくる。ああいう性格なんだ。それに、社長令嬢とは何もないよ。俺も、なんであんなに絡まれるのかわからないんだ。俺はリナをなだめるように言った。金持ちは、みんなお高く泊まるのかしらね。やだ。ヨウちゃん行こう。こうなったら山ほど食べなきゃ。そう言って、しばらく二人でパーティー会場の料理を楽しむことにした。ヨウちゃん、お腹いっぱい。すごい食べちゃった。ほんとマイペースだな。俺たちが食事をしている間も、会場内では著名人同士が交流を深めていた。俺たちには遠い世界のように思えて、他の人と無理に話そうともしなかった。会場の端でパーティー全体の様子を眺めていた。ヨウちゃん、足が痛い。パーティーだからと、無理をして履き慣れないものを履いてきた。だからパンプスはやめた方がいいのに、ここ座ってな。ありがとう。俺、何か飲み物取ってくる。何がいい？じゃあ、ウーロン茶で。わかった。俺はリナを残して、飲み物の提供カウンターへと向かった。ウーロン茶を2つ受け取り、あと数歩でリナのところにたどり着くはずだった。ヨウくん、パーティー楽しんでる？ミレイが目の前に入り込むようにして話しかけてきた。はい。ありがとうございます。ここはリナからも見えるし、声のボリュームによっては、話す内容だって聞こえる距離だ。リナはスマートフォンをいじっているため、こちらの状況に気づいていない。早くここから離れて、リナのところに戻りたい。よかった。ねえヨウくん、
ベローラに戻ってこない？今日はパパもいるし、ヨウくんさえ良ければ、私からパパに直接お願いしてあげてもいいよ。一体どの口が言ってるんだ。大丈夫です。お気遣いありがとうございます。そんな、遠慮しなくていいの。だって、ヨウくんだって嫌でしょ？あんな小さな町工房みたいなところでお仕事するの。ヨウくんは、もっと大きな会社で羽ばたいてほしいんだけどな。こいつ、わざと大きな声で話している。リナがこちらを向いた。気づかれた。そんなところにいたら、ヨウくんがダメになっちゃう。だから、私のところに戻っておいで。お断りします。思わず声が大きくなってしまった。会場が一瞬で静まり返る。あんた、よくも私に恥かかせたわね。どういうことかわかってる？もうこの業界じゃ生きていけないわよ。一人じゃ何もできないくせに。やめてください。リナがミレイと対峙した。ヨウちゃんは何もできなくありません。彼のおかげで私のお店は大きくなりました。彼がいなければ私は今ここにいません。うるさい。ミレイがリナを思い切り突き飛ばした。キャッ！ビリ。リナが床に倒れると同時に嫌な音がした。リナのドレスのスリット部分が裂けてしまったのだ。ごっけーね。着慣れないもの着てくるからよ。さっさと着替えたら、スポーツウェアのがお似合いよ。そう言い残して、ミレイはその場からいなくなった。俺はスーツの上着を脱ぎ、リナの腰回りに巻いて、会場を一度出て、控室に行くことに。リナ、本当にごめん。リナにまで迷惑をかけて。ああ、何言ってんの？ヨウちゃんは何も悪くないじゃん。あの社長令嬢が悪いのよ。ほんと、性格悪かったね。びっくりしちゃった。言葉は明るく振る舞っているが、震えている。よほど怖かったのだろう。リナ、怖い思いをさせてごめん。今日はもう帰ろう。いや。半分泣きながらリナは言った。だって、悔しいじゃん。ヨウちゃんはすごいんだよ。それなのに、何もできないとか、言いたい放題言いやがって。このまま帰ったら、あいつの言うことが正しくて、私たちが負けたみたいじゃん。リナの目からどんどん涙が溢れていく。でも、ドレスもこんなになっちゃったし、人前に出られるような格好じゃないし。でも、このまま帰るだなんて、私悔しくて、私のことは好きなように言ってもらって構わない。でも、ヨウちゃんのことを悪く言うのだけは、絶対許さない。そんな風に考えてくれていたのか。リナ、ありがとう。ボロボロと泣くリナを思わず抱きしめてしまった。悔しいよ、このまま帰るなんて。リナの気持ちに心が動かされた。もう俺も絶対に逃げない。戻ろう。でも、私こんな格好だし。俺は控室全体を見渡した。そして、大丈夫。俺に任せて。本日は、弊社ベローラのパーティーにご出席賜り、誠にありがとうございます。ベローラの社長、北川一郎による挨拶だった。つまり、社交辞令のような話をしている。皆様に日頃から、ざわざわざわ。急に会場全体が騒がしくなった。一郎の近くに立っていたミレイも、会場がざわつく先に目を凝らす。そこにはリナと、リナの手を取り、エスコートするヨウの姿があった。ねえ、あの子さっき社長令嬢と喧嘩してた子よね。違うドレス着てたわよね。わあ、あのドレス素敵。あれ？上半身の生地、もともと着てたドレスと同じじゃない？まるでシンデレラね。リナのドレスは、スリットが裂けてしまった腰から下の部分を切り落とし、会場内に備え付けてあったカーテンを利用して、腰下部分をロングドレスに仕立て直した。スリーブ部分にも大きなリボンをつけた。ヘアスタイルもハーフアップにし、よりエレガントさを演出した。素敵！すごいわ。ことの一部始終を見ていた人から、次第に会場全体に話は伝わり、会場にいる人全員が称賛した。誰がこのドレスを作ったんだい？会場の人がリナに聞くと、リナは、彼です。東出陽です。と答える。東出！
東出なのか？同じ会場には、あのラックスの当時のプロジェクトリーダーがいたのだ。リーダー、また心が冴えていく。あの時の視線と、今の会場の視線が重なる。めまいがする。俺はまた、すまなかった。え？俺が見抜けなかったんだ。あれはお前のデザインだった。本当に申し訳ないことをした。ずっと後悔していたんだ。プロジェクトリーダーは、その場で深々と頭を下げた。ようちゃん？どういうこと？この人は？俺は服飾専門学校を卒業後、ラックスに入社した。俺のデザインは瞬く間に認められ、あっという間にパリコレに出せるような服を作れるプロジェクトに携われることになった。社内では彼を天才と呼んでいた。嬉しかった。自分のデザインを認めてもらえるのは、デザイナー冥利に尽きるだろう。母さん、待っててね。俺ね、もうすぐパリコレの服作れるんだよ。今その服考えててさ、どの服がいいかな。パリコレにちゃんと服が出ることになったらさ、また言いに来るからさ。母さんの墓に向かって、こんな報告をしていた。そんなある日、例の事件が起きた。パン。プロジェクトリーダーのデスクの上には、俺が考えたはずのデザインと全く同じものがもう一つ置かれている。でも、それぞれのデザイン画に書かれた名前は、俺の名前と同じくプロジェクトに携わる先輩の名前だった。お前、人のもん真似したって本当か？え？お前がさ、こいつの絵、持っていくの見たってやつがいいんだよ。そんなの知らない。全く心当たりがない。だって、この絵は俺自身が描いた絵なんだぞ。それを俺が持っていく？どういうことだ？頭の整理が追いつかない。黙ってないでなんか言えよ。プロジェクトリーダーの声がオフィス全体に響き渡る。お前がこいつの絵、こそこそ持ってったって、見たってやつがいるんだよ。それも一人じゃない。複数人いるんだ。どんどんと自分から血の気が引いていくのがわかる。違うんだ。言いたいのに言葉が出てこない。複数人が見た。どういうことだ？お前なんで黙ってんだよ。なんとか言えよ。プロジェクトリーダーの苛立つ声が聞こえる。違う。俺は盗作なんかしていない。正真正銘俺のデザインだ。そう言いたいのに声が出ない。プロジェクトリーダーが憤りの混じったため息をつく。お前、今までのも全部嘘だったってわけか。嘘じゃない。全部幼い頃から一生懸命考えて、それを何回も修正して出来上がったものなんだ。母さんと一緒に、こうした方が綺麗だとか、いろんなことを話しながら作り上げた宝物だ。そう思うのに、どうしても口がこわばって開かない。デザイナーのくせに、自分の力で服一枚作れないのか、お前。無能だな。もう二度と顔を見せるな。俺は騙されたのだ。入社したばかりで出世し、誰もが憧れるパリコレの服を作れるまでになった。だけど、皆が皆、称賛してくれるわけではなく、妬む人もいた。そのパリコレプロジェクトも、いくつかのチームで動いている。そのチームの中で、デザインの担当、洋裁の担当など、得意分野が分かれているのだ。別のチームの、俺より5つ年上の先輩が、俺のことをよく思っていないことは、なんとなく感じていた。だけど、別に気にしていなかった。自分のチームはみんな優しくて、俺のデザインを純粋に好きでいてくれて、もっといいものを作ろうと話していたところだった。そんな中、俺が先輩のデザイン画を持って行ったというデマ。実はこれは、先輩チームの人間たちで、俺を陥れようとしてやったことだった。リーダーに問い詰められながらも、そうではないかと気づいていた。ただ、あの場で頭が真っ白になり、何も言えない俺は、誰がどう見ても盗作犯であったと思う。そして俺はラックスをクビになり、どん底に落ち、一切周りの人との連絡を絶って、数年はふらふらとした生活を送っていた。外に出ても近所の公園だけ、自分のスケッチブックをただただ眺めるだけだった。もう服が作れないのか。
楽しかったな。盗作犯になってしまった。俺は一生盗作犯のままなのだろうか。そんな時、ミレイに服を作らないかと公園で声をかけられた。もう一度、服が作れるなら、と、ベローラに誘われるがままに入ったが、ベローラの服は大衆向けであり、独自のものを考えたい俺には不向きだった。またそこで使えないとレッテルを貼られ、営業部に回されたのだった。あの時、すぐに気づけなかった俺の落ち度だ。あいつらに、あのデザインでやらせてみたら、デザインのコンセプトやイメージを何一つ説明ができなかったんだ。問い詰めたら、お前のデザインを盗作して、陥れようとしたと白状したよ。俺は本当にバカなことをした。お前とは音信不通になっていたから、連絡が取れなかったんだ。本当にすまないことをした。やめてください、リーダー。もう気にしていません。私もちゃんと言うべきでした。誤解が誤解を生み、すみませんでした。俺もリーダーに対して頭を下げた。やっと言えた。やっと自分は盗作していないと言えたのだ。リーダーは顔を上げ、会場全体に響き渡るように、彼はかつてラックスにて最年少デザイナーとして活躍し、天才とまで呼ばれたものです。私は彼の作品を心からリスペクトします。と言った。ラックスだって？あの超一流ブランドじゃないか。君、そんなところにいたのか。そりゃいい作品作れるわけだ。ブラボー。会場から割れんばかりの拍手が送られた。ようちゃん。リナは少々状況が飲み込めず、戸惑っている様子だった。驚かせてごめん。後で全部話すから。ブラボー。マイクに乗せて大きな声が響き渡った。ベローラの社長、一郎の声だ。素晴らしい。服の修正だけでなく、また新たなものを生み出し、そしてそれをより良いものへと作り変えた。なんとも素晴らしい。君は以前うちにいたそうじゃないか。どうかね。もっといい待遇で迎えようじゃないか。我が社で服をもう一度。パパ、やめましょう。あの人のデザイン見たことあるけど、うちの会社のコンセプトに合わないのよ。もっといいデザイナーがいるから、今度パパに紹介するね。ミレイがマイクで聞こえるように、はっきりと言った。おお、そうか。わかったわかった。東出くん、いつでも我が社は君を歓迎するぞ。誰が戻るか。心の中で叫びながら、一礼するにとどめた。そうして、前代未聞のパーティーは幕を閉じたのだった。ぜひ、我が社の服も。ぜひ、私どものもデザインお願いできないでしょうか。こんなに自分の力が求められる日が来ようとは。よかった。今までの努力は無駄じゃなかったんだ。ありがとうございます。目頭が熱くなるようだった。やっと人が引き、リナと二人で控え室に戻った。ぐはぁ、疲れた。てか何？イホちゃん何者？何？天才って。なんだろうな。もう、なんで話してくれないのよ。そんなすごい人をお手伝いさんにしていた私って、今更恥ずかしくなってきたわよ。いいんだよ。俺がまた頑張れるきっかけをくれたんだから、感謝してる。本当にありがとう。まあ、天才なのはいいけど、人のもの勝手に使うのはどうかと思うけど、控え室のカーテン切っちゃったから、まずはホテルに謝りに行かないとね。どうにかしてあの場を乗り切ろうと、無我夢中であったため、全然考えが及んでいなかった。そうだな。気をつける。でもよかったね。やっと再出発できるね。うん。さて、帰りますか。俺たちは家に帰ることにした。控え室を出て、ロビーに向かっていると、ちょっと待って。ミレイが走り寄ってきた。何？なんか用？すでに喧嘩越しのリナを制するようにして、俺はミレイの前に立った。何を言われるのか、とっさに身構えた。ごめんなさい。呼吸を整えたミレイの口から発せられた最初の言葉は、予想外の言葉だった。言い訳をさせてほしいの。ミレイはまっすぐ俺のことを見た。私のママね。私が高校生の時にパパに追い出されちゃったの。パパに新しい愛人ができて、その人と一緒になりたいからって。
私、ママのこと大好きだった。とても大事にしてくれたし、ママも私もファッションのことが大好きだから、よくママといろんな話をしたわ。だから私もママについて行って家を出て行くつもりだった。でもね、ママはそれを望まなかったの。私はパパと一緒に暮らした方がいい暮らしができるからって、ママに泣いてすがったけど、ママはついていくことを許してくれなかった。ママがいなくなった後の私の人生って本当に真っ暗で、もういつ死んでもいいと思ってたんだ。ミレイの目には涙が溜まっていた。でもね、私が高校からの帰り道、あなたが公園にいるのを見かけたの。あなたはとても暗い表情をしていて、最初はホームレスかと思ったわ。でも、毎日スケッチブックを眺めていた。何が書いてあるのかなって、すごく気になっていたの。ミレイは少し申し訳なさそうに、あなたがスケッチブックの中の一枚を破って、公園のゴミ箱に捨てたことがあって、私はそれを拾ったの。何が書いてあるのか、どうしても見たくて。そうしたら、本当に素敵な服の絵が描いてあって、こんな素敵な服の絵を描ける人がいるんだって感動したの。ミレイの表情は相変わらず真剣だ。嘘ではないようだ。その日から目標ができたの。パパの会社を継いで素敵な服をいっぱい作るんだって。パパなんてさっさと退任させて、私がトップになれば、ママが帰って来られるんじゃないかって。だから、どうしてもあなたが欲しかった。あなたの考えたデザインで、私の会社を大きくしたかった。ミレイの言葉から強い意志を感じる。絵の下に名前が書いてあったから、必死にあなたのことを調べたわ。そうしたら、ラックスで最年少デザイナーとして出世していたのに、盗作事件に巻き込まれて退職したって聞いて、ミレイは拳を握りしめた。私知ってたの。あなたが盗作なんてしてないって。調べてくうちに、実は陥れられたって。でも、どうしても私のところに来て欲しかった。私の会社で、私のそばで服を作って欲しかった。だから、知っていたのに黙ってたの。ごめんなさい。ミレイは深々と頭を下げた。ベローラで営業部になったのも、最初デザイン部でうまくいかなかったでしょ？それで解雇させられそうになったから、パパにお願いしたら、営業成績を残したら、会社にも残してくれるってなって、だから、営業部に行ってもらったの。ミレイは少し間を空けてこう言った。泣いているのか、声も少し震えている。でも、あのままやめていた方が、あなたにとって良かったのかもしれない。私のエゴで残ってもらって、そして散々嫌な思いもさせて、本当にごめんなさい。ミレイは深く頭を下げたまま、なかなか顔を上げない。顔を上げてください。そんなに考えてくださっていたとは知らず、無下な態度をとり、すみませんでした。ミレイは顔を上げ、首を横に振った。顔は涙でぐしゃぐしゃだった。本当にごめんなさい。ミレイは何かをジャケットのポケットから出した。これはあなたにお返しします。大事なものだと思うから。はっとした。俺がどん底にいたとき、公園で捨てたデザイン画だ。あのプロジェクトで作ったデザインの原画となるもので、母さんと一緒に描いたものだ。後々になって捨てたことを後悔し、公園のゴミ箱を見に戻ったが、すでになかった。きちんと取っておいてくれたんですね。ありがとう。俺は頭を下げてお礼を言った。ミレイは少しすっきりした顔で、ああ、やっと全部言えた。私もやっとスタート地点に立てる。これから頑張るね。だから、あなたもいい服を作り続けてね。と言い、手を差し出してきた。はい。俺はその手を握り、握手をした。さて、悪者はさっさと退散します。後ろの彼女が怖くて怖くて。リナが、ものすごい顔でミレイを睨んでいた。じゃあね。そう言って、ミレイはすがすがしい様子で去っていった。あれから1年。母さん、やっと俺、自分だけの服を作ることになったんだよ。報告、
遅くなってごめんね。数年ぶりに母さんの墓参りに来た。やっと母さんに報告することができた。頑張ったね。母さんがそんな風に言ってくれている気がした。俺は自分のブランドを立ち上げた。リバース。生まれ変わるという意味の名前だ。もちろん、リナの店の売り上げも変わらず順調だ。アパレル業界では俺もちょっとした有名人になったし、メディアにも取り上げてもらったため、アパレル業界を知らない人でも、たまに俺のことを知っている人が出てきたくらいだ。墓参りからリナの工房に向かった。戻ったよ。ちょっとようちゃん、こっち手伝ってってば。リナの人使いの荒さは健在だ。いや、むしろひどくなったかもしれない。はいはい、お姫様。だから、ちょっとそれやめてよ。恥ずかしい。シンデレラみたいって言われてたな。もう、そんなキャラじゃありませんって。ようちゃんがわざわざエスコートして、堂々とあの会場に入っていくから。だって足痛かったんだろ。それにあの場で転んでみろ。笑い物だったぞ。まあ、そうね。いいえ、ご納得いただけたようで、姫様。じゃあ、ちゃんとエスコートしてくれた分、お礼しなくちゃね。お礼？リナがじりじりと俺に近づいてくる。俺の後ろはすでに壁で、これ以上下がることはできない。なんだよ。だから、お礼。お礼？うん、お礼にしてあげるね。そう言って、リナは俺の腰に手を回してきた。これは、そういうことでいいのか？と思ったのもつかの間。やめろって！無理！俺の腰に回した手で勢いよくくすぐられた。もう、ふざけるなって。何期待しちゃったの？バーカ。待てこら。こんなに俺が笑って過ごせる日が来るなんて、どんなに暗いどん底に落ちても、自分を見失わずにいれば、いつかは光が差し込んでくる。どんなに辛くても、決して諦めてはいけない。誰かが俺を導いてくれたように、俺も誰かを導けるような存在になれたらと思う。